備終わりました。了解です。健介様、せっかくの健介隊の大勝利なんですから、みんなでお祝いしましょうよ。お祝い。それは分かってますけど、でもこんな大きな演習で大勝利なんですよ。お祝いしたいじゃないですか。ヒヨの言う通りですよ、健介様。ここは味方の士気を高揚させる意味でも祝勝会の開催を提案します。どうかなさいましたか？何か問題でも？やらないんですか？お魚ですか？でも一発屋、昨日も行きましたよね。だったら何か美味しいもの作りましょうか？健介様、お料理できるんですか？いえ、いつも一発屋かしのちゃんが作ってるものだとばかり。しのちゃん、本当なの？内緒です。ほら、やっぱりしのちゃんが料理してるんじゃないですか。コロの方が明らかに腕は確かですが、その点に関しては一応事実です。冗談です。健介様の愛情のこもったお料理、いつも美味しくいただかせていただきました。料理は気持ちと言いますし。ちょっとしのちゃんずるい。そうですよ、私たちも健介様の手料理食べてみたいです。なんで私たちには作ってくれなかったんですか、健介様。美味しいですか？美味しいですか、私の料理。褒められちゃった。だったらまあいいかな。でもコロちゃん、明日からはもっとお寝坊しよう。そしたらきっと健介様が朝ごはん作ってくれるよ。そうだね、そうしようか。私もその策乗りましょう。うまく立ち回れば朝食どころか健介様が朝優しく起こしに。それだ！まさかしのちゃん、私たちがいない間毎朝健介様に？残念ながらそこまで考えが及ばず未遂です。じゃあしのちゃん、今度はきちんと作戦立ててよ。作戦。お任せを。みんなで優しく健介様に起こしていただきましょう。健介様のご飯食べたいです。健介様、お願いします。私もそれで。
るんですか？鍋ですか。いいですね。お鍋なんて久しぶりです。鍋？健介様、いくら私が世間知らずで料理が増えてで人間関係を築くのまで苦手なひねくれ者だと言っても鍋くらい知っています。あれでしょ。鍋を囲んで。もちろんです。いろんな肉や野菜を入れてみんなで食べるんですよね。私たちの身分じゃそんなに珍しい料理でもありませんし。でもよく考えたらクオン様たちがお城で食べてるのは見たことないですね。なんだか不勉強と言われている気分です。ね、ケンスケ様、あそこ若菜様たちがいますよ。ケンスケたちも買い物かよ。鍋か、いいなあ。狩りに行った時とかにたまにな。屋敷じゃさすがに食べられないけど。ねえねえ、祝勝会だったらワンコたちも行っていいですか？お鍋食べたいです。はい、お鍋はみんなで食べた方が美味しいですから。そうですね、私も大丈夫です。私は鍋の作法が分かりませんのでお任せします。けどいいのかな。明らかに縮小する側じゃないよね、ひな以外。でも鍋なんだろ。それに負けた僕たちも祝ってやるってことでいいじゃないか。ワンコも首取られた記念ってことでいいですから。お鍋食べたーい。どうだ、これでも文句あるのかよ。よっしゃー、やったひなはいいや。それより今日は2人とも美月様にお呼ばれされてるんじゃなかったっけ？それ言わないでよ。そういうことですか。健介様、だよな。どう考えてもお叱り会なのに。次は頑張ろう会かもしれないよ。まあひなは麦穂様の祝勝会があるからそっちに行くけど。庭衆と合同だからちょっと堅苦しいんだけどね。ケンスケくんたちも来る？
そっか。じゃあまた今度みんなでお鍋しようね。ケンスケ、ワンコもお鍋食べたい。約束だからな。絶対ですよ。ほらほら、行くよ。よかったんですか、ケンスケ様。ですが、他の隊との交流を図るには良い機会だったのでは。いえ、私は行く気はありませんが。そうするくらいならお夕飯を抜いた方がマシです。ケンスケ様。だったら早くお買い物しちゃいましょう。もうすぐ日が暮れて市も閉まっちゃいますよ。重いです。いえ、ケンスケ様も大荷物ですから。ケンスケ様、火起こしますね。私お手伝いします。そうですか。コロちゃん、だったらいろりの火起こすの手伝って。はいはい。ケンスケ様、何か手伝うことないですか？でもなんだか落ち着かないです。だよね。お部屋の片付けって言っても何もないし。ケンスケ様だけ働かせてるっていうのもちょっと。やっぱり落ち着きません。お手伝いさせてください。でしたら私も何かした方がいいですね。だったらヒヨとシノちゃんは鍋をいろりにかけて出汁を取ってて、私は野菜を切るから。わかった。ケンスケ様、包丁確かもう一本ありましたよね。ケンスケ様、今日はシノちゃんもいますし、お野菜このくらいの大きさでいいですか？じゃ、お鍋っと。それで良いのですか？火を野菜を切るというのは、すなわちああしてケンスケ様と肩を並べて。ちょっと待っててください。でしたら私は。じゃあシノちゃんは鍋でお湯沸かしてて。承知いたしました。お待たせしました。ちょっと火を。ああ、コロの謀略によって嫉妬に狂ったヒヨは、死なばもろともの覚悟で愛しいケンスケ様との間に割り込んだ頃に、その白人を振りかざし、
私も包丁取ってくればみんなで野菜切れるなって思っただけで。健介様、こっちのお芋全部剥けましたよ。はーい。健介様、もっとそっち寄ってください。ヒヨが3人で野菜切るなんて言うから。でも私も健介様とお料理したかったんだもん。気持ちはわかるけど。健介様、私も。あんたを殺してうちも死ぬ。以前読んだ物語にしのちゃんも野菜切るならこっち手伝って。わかりました。健介様は鍋のお湯が沸いたら出汁を取ってください。野菜は私たち3人で切っておきますから。しのちゃん、どう？問題ありません。いいよ、それもう少し小さめに切って。ねえ、このくらい大きい方が美味しいよ。圭介様、お野菜全部切れましたよ。あとは待つだけ。はあ、それでいいのですか？それでいいのです。これでちゃんと料理になるのですね。やったー！じゃあ早く食べましょう。ここで良いのですか？このまま食べるから大丈夫だよ。いただきまーす。おいしいです。これが健介様のお鍋なんですね。おいしいです。はい、知らない食べ方でしたから少し驚きましたが、こんな料理もあるのですね。自らの小ささを思い知らされます。健介様、おかわりいかがですか？コロちゃん、私もおかわり。ヒヨは自分で取りなよ。しのちゃんは？その食べないと大きくなれないよ。好き嫌いはないよね。ありがとうございます。
でも本当に美味しいです、健介様。今日一番のお手柄はワンコちゃんを討ち取った健介様ですね。私は策を献上しただけですから、実行できたのは健介様たちの連携あってこそだと思います。ですよ、健介様。じゃあみんなすごいんですね。お疲れ様です。ですが、やはり健介様あっての私たちだと思いますよ。そうですね。私も健介様とヒヨに声をかけてもらわなかったら仕官できませんでしたし。スノマタの一件ですか？そうそう。しのちゃん、おかわりいる？いえ、私はもう。はい。いえ、なんでも。健介様のお箸、不意打ちではありませんか？そんなことないですよ。でも確かに健介様より前からクオン様にお仕えしてるよね。ですね。じゃあすごいのはクオン様ってことで。そういえばヒヨってどうやってクオン様にお仕えするようになったの？どうやってってクオン様の部隊の小物を募集してたから。そうですね。私みたいなのでも入れたくらいですから運が良かったんだと思います。やっぱりそうなんだ。まずは入ったもん勝ちだよね。それから清洲城の不審のお手伝いをしたり台所奉行を任されたりして。スノマタのお金の計算もこの時の経験でどのくらいかかるかなっていうのは見当がつけられたので、クオン様の草履取りになって。主君のお出かけの友をしたり身の回りの世話をしたりするお役目です。クオン様の草履取りならクオン様に名前を覚えていただく機会も増えるでしょうし。クオン様から猿って呼ばれるようになったのもその頃だったかも。もうゴロちゃんいちいち笑わないでよ。だって猿なんだもん。だったらもう話してあげない。ごめん続き聞かせてよ。どこまで話したっけ？そうでした。それでいろいろあって戦場でもクオン様のお供をするようになって。いろいろって？そうですそうです。草履を温めたってお尻の下にでも敷いてたの？違うよ。こうやって胸元で温めてたんだよ。火よ。健介様。健介様は見てはなりません。
ちょっとヒヨ、それはダメだってば。ダメだと言ったらダメなのです。恥ずかしがる前に早く胸元しまって。圭介様、見ました？見せてません。しのちゃんじゃなくて、圭介様はどうですか？当たって？様、そのようなもの感じないでくださいませ。でしたら目をつむって。ダメだよ、しのちゃん。まだ手を離しちゃダメ。圭介様、絶対私のおっぱい見るでしょ。そんな、絶対見ないって。やっぱり私のおっぱいなんて魅力ないんですね。いやー、圭介様のスケベー。圭介様、圭介様、意味がわかりません。圭介様も落ち着いてください。圭介様、見ました？よかった。気をつけなよ、ヒヨ。でも健介様、私のは当たっていたのですよね。謝らないでください。これは事故。そう、事故なのですから。そうですね。圭介様は？あれ、そうなんですか？いえ、鍋だと最後に食べるかなと思って市でご飯だけ少し買ってきてたんですが。どうしたのです？二人とも。当たり前じゃないですか。じゃあ雑炊にしちゃいますね。雑炊ですか。ですがもう皆さんお腹いっぱいなのでは？だよ。当たり前じゃないですか、健介様。
ああ、いろいろなしきたりがあるのですね。それじゃヒヨ、向こうの荷物にご飯があるはずだから持ってきて。わかった。おかしいな。健介様に見られなくてよかったはずなのに、なんで残念だったって思ってるんだろう、私。変なの。今度こそお腹いっぱいです。鍋の最後は雑炊。その意味がよくわかりました。またやりましょうね、健介様。次も健介様が作ってくださるんですよね。じゃあお鍋のために頑張りましょう。鍋のためなのですか。いいよ。ごめんなさい。ヒヨ、ずるい、健介様。はい、任せてください。なんだか眠くなっちゃいました。意義などあろうはずもありません。お片付けは。はい、だったら遠慮なく。お任せください。健介様。